皆さん、自分の推しキャラを可愛く、見栄えよく描きたいって思いませんか？こんにちは、斉藤直樹です。今回は、ホヨバースさんからのご依頼で、期待の新作ゲーム、前列ゾーン0の中から、僕がね、可愛いって思った、こちらのキャラ、ニコちゃんを描きつつ、推しキャラを可愛く、見栄えよく描くためのコツについて、詳しくお伝えしていこうと思います。ぜひ、最後までお付き合いください。いや、それでですね、前列ゾーン0、僕も実際にやってみたんですが、めちゃめちゃね、爽快で面白くて、もう何よりもキャラがめっちゃ可愛いんですよ。これ見てください。前列ゾーン0は災害後の世界を舞台にした都市ファンタジーがテーマの新作アクションゲームです。プレイヤーはホロー離脱をガイドするプロ騎士になり、仲間と共に冒険しながら強敵に挑んでいきます。実際のゲームではね、魅力的なコミック風のストーリー演出や爽快なアクション、そして何よりもキャラクターのかっこよさ、可愛さがとても光っていて、楽しいゲーム体験が堪能できる内容になっております。前列ゾーン0のリリース日はこちら。はい、もうすぐです。もうね、事前登録ができますので、概要欄の URL から事前登録、ぜひぜひね、やってみてください。ということで、映像にも出ていたニコちゃんをですね、描いていこうと思います。それでは早速、行ってみましょう。下書き、魅力的なポージングを意識しよう。まず最初に下書きをしていきます。でね、もう早速今日の重要ポイント言っちゃいますが、下書きはですね、何よりも大事なのはポージングです。そのキャラらしいポージングが描ければ、キャラクターの魅力をぐぐっと引き出すことができますので、もしね、推しキャラを描きたいんだとしたら、描く前にですね、ぜひ映像だったり、漫画とかを見て、そのキャラらしいポージングを探してみてください。それと、資料を見ながら描いていくのも重要です。こちらが今回参考にさせていただいた、公式さんから公開されている資料ですね。はい。こちらをよーく見ながら描いていきます。ニコちゃんの魅力はですね、僕から見たらやっぱり、目線だと思います。ちょっとこう世の中を疑っているというか、他人を見下すようなそういう蔑んだ目線ですね。この目線が彼女の魅力を表現できるポイントだと思いますので、目線が強調できるようなポージング、構図にしていくのがいいと思います。なので、このようにですね、カメラ位置をぐぐっと腰ぐらいまで下げて、ニコちゃんを見上げているような感じにしてみましょう。はい。そうすることで、ニコちゃんがカメラ目線になると、おのずとこちらを見下げているような、なんかそんなね、目線になるので、彼女の鋭い目線を強調できるっていう寸法です。まあね、キャラクターを描くときに角度をつけましょうっていうのを聞いたことがあると思うんですが、まあね、そう言われても、どう角度つけたらいいのっていう疑問があったりしますよね。その一つの答えがこれです。見下したような目線、不遜な態度を表現したいときには、カメラ位置を下げるように角度をつける。逆に、上目遣いでこびたような魅力を描きたいときには、カメラ位置を上げればいいんです。ね。そう考えると、カメラの角度も考えやすくなるでしょ？それと、ニコちゃんの魅力は、なんといっても女性的なプロポーションや動きです。もうね、彼女、生い立ちが結構過酷な環境で育ってきているので、利用できることは全部利用するっていう、そういう狡猾さを持っているんですよね。なので、自分の可愛さも武器だって、自分で分かっているので、徹底的にそれを利用しています。だからですね、ニコちゃん、もうずっと見ていたくなるほど、動きのすべてが可愛いんです。この魅力あふれる動きのニュアンスもイラストに反映させていきましょうね。はい、下書きはこんな感じです。線画。演出によって線の太さを使い分けよう。次は線画を描いていこうと思います。今回の線画は少し太めを意識しながら描いていこうかなと思っています。なぜ太めにしようと思ったのかというと、線の太さによってキャラクターの演出方法が変化するからです。実際にどう変化するのかっていうと、線が細いとよりリアル寄りの演出になりますし、線が太いとより漫画的でキャッチーな演出になります。線画が細いとリアルになるっていうのは、実写的な絵や写真を見ていただくとわかると思うんですが、そういう絵ってそもそも線がないですよね。あるのは光と影だけ。輪郭線はリアルには存在しません。なので、線をね、あまり強調させないように細く描いていくと、よりリアルな表現ができることになります。で、今回はその逆です。漫画的な可愛さ、キャッチーさを重視しながら線画を描いていこうと思っています。はい。なので、線画を太くするって言ったんですね。というのも、前列ゾーン0はですね、ストーリーや色々なシーンで漫画的な映像の見せ方がされていて、その映像がね、とても面白く、キャラクターの魅力を引き立てる演出につながっているからです。こちらを見てください。本作、前列ゾーン0の魅力の一つは、なんといっても、このキャッチーでかっこいい漫画的な演出方法にあると思います。思いっきりパースがついたダイナミックなカメラワークだったり、漫画的な文字がドババババーってね、
割り込んでくる効果音の表現、ストーリー展開の時にも漫画の小回りをしたような映像が積極的に取り入れられていて、映像を見ているんだけどまるで漫画を読んでいるような、そんな面白い効果がふんだんに取り入れられているんです。見ているだけでね、ワクワクしちゃいますよね。こういったゲーム中のワクワク感を表現したいなと思ったので、今回描くイラストは線画を太くしようかなと思いました。着彩。色をぶつけて楽しさを表現しよう。さて、ここからは着彩です。着彩で重要なことは、色をぶつけるっていうのを意識することです。色ってぶつけれるのって不思議に思う人もいるかもしれませんが、はい。色と色同士はぶつけることができちゃいます。例えばですね、ニコちゃんのカラーリングはピンクと肌色中心のカラーリングになっています。ピンクと肌色はどちらも暖色。似た色同士なので、この2つの色同士はぶつかり合いません。どちらかというとね、馴染むので、ここに関しては強いインパクトは発生しないんですが、その分、目の色を見てください。はい。ここだけ彩度の高い緑色ですよね。緑色は寒色。つまりピンクと肌色の真逆の色なので、ここにね、色のぶつかり合いが発生します。色のぶつかり合いが起きると派手な印象が生まれて、見た瞬間にね、うおーってね、びっくりするようなインパクト、楽しさを生み出すことができるんです。これをね、差し色なんていう風に言ったりもするんですが、この差し色によってキャラクターを引き立てることができるんですね。はい。そういう目線で見てみると、他にもほら、腰についているボンプのぬいぐるみですね。このボンプっていうのは、前列ゾーン世界の中に存在する小型知能機械です。このボンプがですね、様々な用途でこの世界では使われていて、災害からの避難の手助けだったり、身の回りのお世話まで幅広い役割を担っているんですね。このボンプのぬいぐるみをニコちゃん腰元につけております。なんだろう。まだこの腰元のボンプの人形については詳しく知らないんですが、でもね、このボンプ、顔を見てみると、まるでね、日本のだるまのように自分で目を描き入れたような顔をしているんですよね。ニコちゃんはあるエピソードがきっかけでお金を集めるっていうことにめっちゃ執着するようになります。小さい頃のニコちゃん、すごくね、友達思いのいい子みたいなんですね。大人になってからもその原体験が生きているのかそうでないのか。ちょっとそれはわかりませんが、現在のニコちゃんの行動原理につながっているみたいです。もしかしたらね、いい仕事ができた時にこのボンプ人形のヒゲを一本ずつ描き入れているみたいなことがあるのかもしれません。はい。最後の部分はね、僕の勝手な妄想です。さあ、キャラクターの部分にとどまらず、楽しさをもっと演出したい時には、背景の部分でも色のぶつかり合いを意識しましょう。黄色と青は真逆の色なので、ここでも色のぶつかり合いを起こして、さらに楽しさを演出していきます。はい。逆に静かな雰囲気にしたい時には、色のぶつかり合いを減らせばいいっていうわけなんですね。はい。着彩はこんな感じですね。エフェクト、仕上げ。独特な演出を絵に取り入れよう。さて、仕上げのパートです。エフェクトを書き入れて、完成度をさらに高めていきましょうか。今回僕が書き入れているエフェクトは、漫画を意識したようなエフェクト表現です。はい。小回りのようなエフェクト。漫画的な楽しい記号表現ですね。先ほどもお話ししたように、前列ゾーン0の演出方法はすごく独特でかっこいいです。UI のスタイリッシュさや、デザインが洗練されていることはもちろんのこと。それが、ストーリーのシーンにまで違和感なく紛れ込んでいて、映像を見ていてね、すごく気持ちいいスピード感を感じるんですよね。そういった爽快感を絵にも反映させられたら、さらに魅力あふれる一枚に仕上げられると思います。推しの魅力を引き出すというテーマで今回のテーマは解説していますが、実は推しの魅力を引き出すには、推しそのものももちろんそうなんですが、背景やエフェクト、仕上げの段階で工夫することでも、さらにもう一段階、もう二段階、推しの魅力を引き出すことができると思いますので、今から書こうとしているゲームやアニメ、漫画何でもいいです。キャラクターだけじゃなくて、演出方法についても着目してみてください。きっとあなたのイラストの魅力をぐぐっとパワーアップさせてくれると思いますよ。はい。といったところで、プロ絵師が前列ゾーン0のキャラ描いてみたニコちゃんのイラスト完成です。いかがでしょうか？ニコちゃん、自分がね、もう可愛いって分かっていながら、それを巧みに利用している狡猾なキャラです。もうね、あざといってこういうことを言うんでしょうね。はい、分かっちゃいます。男だってね、そんなこと100も承知なんです。もう分かっちゃいるんですが、でもね、もう彼女の可愛さにはもう、抗えませんね。はい、可愛いです。
といったところでいかがだったでしょうか。前列ゾーン0はゲーム初心者でも簡単に爽快感が味わえるアクションゲームとなっております。僕もですね、そんなにゲーム上手い方じゃないんですが、めっちゃ楽しめました。前列ゾーン0のリリース日はこちらです。皆さんぜひ事前予約忘れずにしてくださいね。こちらの動画を見てね、前列ゾーン0興味がある、プレイしたいと思った方はですね、動画下の概要欄の URL からぜひダウンロードしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。